皆さんようこそ、東方研究スクールへ、研究部部長のゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は家に飼ってみたい幻想郷の、もふもふ幼獣キャラたちの豆知識を解説していきますよ。東方キャラの魅力の一つとしては、やっぱり幼獣キャラだから彼女たちの秘密が気になるぜ。もし面白そうだと思ったらこの研究部に入部してくださいね。また、高評価だけでも押してくれるとモチベーションにつながるのでお願いするぜ。それでは、早速解説スタートです。それではまず紹介するのは、東方ヨーヨームのエクストラボスであるキュービの狐のヤクモランです。ヤクモがついてる通り、彼女は幻想郷の賢者の一人であるヤクモゆかりの式神です。幼獣は尻尾が多ければ多いほど、魔力が高く長ければ長いほど賢いと言われています。やっぱりランといえば尻尾は超魅力的ですよね。日替わりで尻尾で枕にしてもらいたいですよ。ほんと9つもあると選べないぜ。そんな幼獣の中で、最高長に君臨するのがこのキュービの狐ヤクモランです。こんなすごい式神なのに、主に雑用を命じているヤクモゆかりがまたすごいよな。ナルトでも時間かけてやっとだったのに、ナルトさんのキュービとは関係ございません。確かに、ランはゆかりの言うことを聞く式神ですが、ランにも式神が使うことができ、ランの式神がチェンです。ちなみにチェンは、ヤクモという名字をもらえてないぞ。ヤクモ家は、結構仲が良く3人でいることもあるようですね。ランに関しては、普段からヤクモゆかりと同じ家に住み、ゆかりの代わりに幻想郷で行動しています。ランは幼獣ですが、非常に知能が高く特に数字が強いです。人間の想像をはるか上を行く計算を瞬時にやってのけるとのこと。私は数学9点を叩き出したことありますが、そっちの方がすごないか？ただ、計算するのは新しい発想を生むというよりは、すでにあるものを分析したり求めたりすることです。好きなものは、油揚げで豆腐屋さんに行って油揚げを買いに行くそうですね。また、その豆腐屋さんの目撃情報では動物なのにちゃんとしていると思ったと言っています。妖怪なのに、人をむやみに脅かしたりしないところ、賢い妖怪だということがわかるな。さらに、目撃情報で人間の里でランは、何か測量なようなことをしているという目撃情報がありました。これは幻想郷に変化がないか、結界のほころびが出てないかなどを定期的にチェックしているようですよ。へえ、そんなことまでやれるなんて優秀すぎるな。ただし、完璧でもなく、チェンの敵討ちに臨んだことを式神として不適切な行動ということでゆかりから仕置きを受けたり、自分の式神であるはずのチェンも、いまいち言う通りに動かないといった、お茶目なところも持ち合わせていますね。ランは主人であるヤクモゆかりの屋敷に同居していますが、その式であるチェンは妖怪の山に住んでいるんですよ。夜な夜なチェーンって言ってそう。ちなみにですが、ヤクモランという名前は式神をつけるに際してヤクモゆかりが与えた名前なので、式神がついていない状態ではランとは呼ばれません。ランの性格は先ほどの目撃情報でわかる通り、穏やかで真面目で礼儀正しく、こちらから嫌がらせでもしない限り襲われることはまずないでしょう。阿久の対策曰く、もし何かしてしまった場合は油揚げをあげれば許してもらえるようです。丸ごとバナナは？それはあなたですよね？さて、次に紹介するモフモフ幼獣キャラはレイウジウツホです。地霊殿内では王空で親しまれていますよ。この王空という名前には、実はすごい意味が込められているから、気になる方はこちらを見るといいぜ。王空の右足は融合の足で、核融合反応によって最終的に作られる鉄をイメージさせる形状。胸は赤の目で、大きな真紅の目が胸から飛び出していますね。これらはヤタガラスの影響により姿が変わった結果で、元からこの姿ではないらしいです。デザインがかなり凝っていますが、ズンさん本人もインタビューで構想に苦労したと発言したことがありますね。ちなみに、原作のおまけテキストにある、エキストラストーリー中でうにゅと発言したことから、彼女の代名詞となっています。ちなみにレイムはです。可愛いですよねそうかな？二次創作では、性格は完全に子供であり、素直で純粋で騙されやすいといった感じですね。先ほどの関連からうにゅという言葉をよく使われています。また、鳥頭の拡大解釈の結果として、思考力の低下も見受けられますね。二次創作イラストなどでは巨乳であることが多いんですよ。柔らかそうなパイオツからウニュパイと言われています。視聴者さん気をつけてください。彼女は急に下ネタを吐く程度の能力ですので。実は、地獄ガラスは元々の地獄の頃から住んでいます。いわば先住民ってことか。最近になって地獄が地上と繋がったことで、存在が確認されるようになりました。地獄の闇から生まれた鳥ではありますが、これといって妖怪としての特徴はありません。しかし、彼女はその中でも特殊な存在で、天才なんですよ。王空はとある神霊を体に宿しているようです。神霊っていうのはカナコのような神様ってことだな。
そう、心霊を宿すというのは、まさに動く分社になるみたいなものなのです。普通の人間や妖怪にはそのような系統は難しいのに、奥はそれを可能としていますね。そして、彼女の胸に注目してください。確かにウニュパイと言われるほど大きいですね。いやレイムさん見るところ違うよね。失礼しました。胸の赤いコアに注目してください。あの赤の目は、心霊が宿された証です。心霊を宿すには、無個性で無名それでいて自我に無頓着であり全てを受け入れる包容力が必要なのです。一番簡単なのは頭の中を空っぽにすることです。奥は元々の転生で頭の中が空っぽなので、心霊を宿すことができました。それってつまり鳥頭なだけなんじゃ。さて、次に紹介するモフモフ幼獣キャラは犬走りもみじです。山の見回りをしている白老天狗で、天狗の中では下っ端ですね。普段は滝の裏で待機していて、オフはカッパと大将棋で暇を潰しています。風神録では上司の大天狗からの命令で、山へ侵入してきた白霊霊夢と霧雨マリサの二人と、不審な神の八坂かな子を監視していました。もみじは中ボスでありスペルカード宣言による公式の立ち絵が存在しません。小悪魔とか、大妖精みたいなキャラってことだな。それなのに、東方キャラランキング28位ってすごすぎるだろ。そう、立ち絵がないため詳しい外見や性格についてはドット絵と創作から補われている面がありますね。原作ドット絵からわかる容姿は、白髪もしくは灰色髪の短髪。山伏風の帽子を頭に乗せていて、手には剣と赤い紅葉が描かれた盾を持っています。上半身は白色の明るい服装、下半身は裾に赤白の飾りのついた黒いスカート。靴は裸足、もしくは明るい色の靴ですね。これだけの情報で、同人漫画やゲーム、イラストでここまで描いた人ってすごすぎないか？また二次創作でここまで人気になれるもんなんだな。前回紹介したワーストランキングも二次創作次第で這い上がれるってことだな。まずは人気キャラのレミリアやサトリら辺とイチャイチャ系で知名度上げることですね。聞くほどのメタ発言するんじゃありません。ちなみになんですが、外見については犬耳と、尻尾がついているかどうかが議論の種になっています。ドット絵では髪とは、若干色の違う白い塊が見えるのですが、耳なのか頭巾についたボンボン飾りなのかは判然としませんね。そして、ついに三月星の第3部1話にて10耳がはっきり書かれた、白老天狗が確認されました。一方その後、茨城線ではなんと耳がありませんでした。ほう、作者の違いなのかな？二次創作でのキャラクターとしては、社名丸の部下とされる場合が多く、彼女からパワハラセクハラを受ける描写も多いですね。性格は暴走がちなあやや、パパラッチや盗撮などの問題行動を繰り返すあやに対して、生真面目な苦労人タイプに書かれることが比較的多いですよ。また、朴突とした剣士系、あるいは完全にあやの中堅だったりと様々だよな。カッパと将棋をしている設定から、川城に鳥との絡みもよく見られますね。もちろん、イチャイチャパラダイス系もあるので見つけてくださいね。今日はドランボールじゃなくてナルトをしてくるね。さて、ラストのモフモフ幼獣キャラは冷戦、うどんげ、稲葉。赤い瞳を持っていて頭にはヨレヨレのうさ耳がチャームポイントです。服装はシャキッとしたブレザーのような服装をしていますね。おう、どこの学校のやつや？永遠帝で暮らす月のうさぎで、薬師の矢心栄林の弟子でもあるんですよ。もともとは月に住む月のうさぎだったが、現在は月から逃げ出して幻想郷にある永遠帝で暮らしているぞ。月にいた頃の名前は霊仙で、現在この名は他のうさぎに当てられているものです。うどん芸員は彼女の師である矢心栄林が、稲葉は現在の主人である蓬莱さんかぐやがつけた愛称となっていますよ。霊仙という漢字も月のうさぎである霊仙が、地上人にカムフラージュするために無理やり字を当てているものとなっています。霊仙は他の幼獣と大きく性質が異なっていて、獣らしさの少ない背筋の伸びた正しい姿勢をしていますね。天使の翼生えるんじゃない？また幼獣にして緩慢な移動をしています。かなり人間に近い幼獣ってことだな。幼獣なのに人間を襲うことがなく、逆に人間に会うと避けるようにしているようです。稲葉帝がウサギのリーダー的な存在ですが、この帝に命令をし、操っているのがこの霊仙です。同居人の幸運のウサギ稲葉帝とと角同盟を結んでいます。と角同盟とはウサギ肉食撲滅運動のことだぜ。霊仙がリーダーなのですが、地上のウサギは彼女の言うことをあまり聞いてくれないらしく、実務を取り仕切っているのは帝とのこと。帝もまた家に飼ってみたいですよね。そうすれば我が神社もガッポガッポでゲスよ。口調が下っ端絵みたいな口調になってるよ。永遠帝では薬師の栄林に学びつつ、日々様々な雑用を押し付けられつつもこなしていますよ。その仕事内容は、永遠帝の主である蓬莱さんかぐやのお守りから、師匠である栄林の補佐、永遠帝の家事全般や迷いの竹林に住む妖怪ウサギたちの監視統率、
薬の訪問販売、幻想郷の他勢力との交渉などなど結構盛りだくさんなのですよ。エイリンもなかなか鬼だな。そして二次創作では、元軍人という経歴から重火器や軍隊格闘術と相性が良く、スタイリッシュなアクションを披露して活躍することもありますよ。ちなみに二次創作では、ドロワーズではなく一般的なパンツ着用として描かれているものがほとんどですのでご安心ください。すいません、何の安心でしょうか？さて、今回はここまでにします。それではここまでご視聴ありがとうございました。